はい、ようこそお越しいただきました、京都絞り工芸館の館長の吉岡でございます。今回は、そうですね、我々職人は今までいろんなものづくりだけをしてて、それで楽しんでおったんですけども、やはり世の中の変化とともにやはり今問題になっております環境問題、世界の環境を考えて、我々も一つ何か作ろうじゃないかということから始めたのが今回紹介するこの地球でございます。もちろんこの環境問題というのは非常にいろいろ問題があるわけなんですけども、我々なりに絞りでどこまでできるのかの一つの大きな挑戦であったと思います。しかしこうして、立体のものが絞りで出来上がるっていうのは、これは初のものであって、非常に貴重なものになっております。絞りもいろんな絞り方をこの中に使っております。まず針ビッタ絞り、これですね、こういう針ビッタ絞り、それから、縫い締め絞り、そして、小帽子絞り、そしてこのぐらい大きな中帽子絞り、そしてもっともっと大きなこの大陸を描いた大きな大帽子絞り、こういういろんな絞りを使って、成り立っております。こちらにありますこのもやもやもやっとした、これも絞りでございます。これは古代石掛絞りという絞りを使って、やっております。じゃあ中身をちょっと説明していきたいと思います。我々の考えている地球温暖化というのに対しましては、大陸の方の緑の部分、そして気球が飛び、そして虹がかかり、そしてこういろいろと空を大事にした美しい環境の優しいそういうものを中心に描いてあります。一方では茶色になっている部分、この茶色の部分というのは、これはやはり多少滅びゆく地球の環境をなんとか緑にしたいという思いを込めて作ってあります。それはこういうアンモナイトであり、こういうものをのデザインを使って描いております。これは絞りで言います辻ヶ花染めという技法ですね。そういうものを使って、やってあります。この、海の中には、サンゴがずっとこう見ていただいた通りサンゴがあります。サンゴというのはやはり、水を美しくする、炭酸ガスを吸って酸素を出すと言われている非常に、水のきれいなところにしか住まないものでございます。では皆さんに質問があります。さてこの大きな地球の中にサンゴはいくつあるでしょう。これはほんのちょっとしたダジャレでございます。サンゴは15と言います。産後15で15個あると、これは嘘です。実はこういうシャレもたまにはいいかなと思いながらこういうようなものを作ってみました。ただ一番最後に困ったのはこれだけ大きなものです。さてこの大きなものをどうしたらこれドアから外へ出せるんかなと思います。最初は発泡スチロールでこれを作る予定をしておったんですけども、そうするとこの玄関から外に出せません。今ではいろんな環境問題の、展覧会やとか、そういうところにこのキャラクターとしてこれが利用されておりますが、そこへ持っていくことができませんので、いろいろ考えた結果どういうことをしたかといいますと、これをきちんと縫製いたしまして、この中に入っているのは実は空気なんです。これは、気象庁が使いますラジオゾンデという、ゴム風船ですね。その中に空気を入れて、こうして膨らましてあります。ですから、これが終わりますと、展示が終わりますと、この空気を抜くことによってこれは持ち運びが簡単にできるというようになっております。
もちろんこれこの生地自体はシルクの生地を使ってますので、この縫製っていうのは非常に難しくって、まず丸くすることが非常に難しかった。そしてなおかつこのシワは一つも作ってはいけませんので、この丸の中のシワが絶対できないような縫製をしております。この縫製に携わった職人さんも非常に苦労して、もう何ヶ月も昼夜関わらず仕事をしてくれました。そして、これだけの作品ができたわけで、今ではこれは非常に貴重なものとして、おそらくこれから将来にも環境という問題とともども絞りというものがこういう形で残っていくんじゃないかと、このように思っております。こういうものも京都絞り工芸館では実機を見て展示をいたしておりますので、ぜひまた京都絞り工芸館にお越しくださいませ。ではこれで今日の解説を終わります。